早っ、マジで尺持つか大丈夫かっていうところですね。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カッカシルピーです。今回はこちらですね、フクピカゲン5という商品をちょっと紹介したいなと思います。でこれ僕一度もう使っております。3月の頭だったかな、ソフト99のメルマガ限定ライブみたいのがあったんですよ。でその時にソフト99の今年の新商品を僕が事前に使ってみた感想をそのライブ配信で言うみたいな。でその時に一度使いました。ですごいいいなと思ったので、ちょっと今回紹介しようかなと思います。でフクピカ自体知らない人いないと思うんですが、こういったウェットシート、これでボディを拭く、で汚れを落とす、で撥水効果も得られるっていうのがこの商品なんですが、このフクピカゲン5っていうのは5世代目みたいですね。ボディにもガラスにも使えるっていうのが特徴で、これ車の大辞典カカカを見ている方ならわかると思いますが、ガラス用の撥水剤ハイブリッドストロングとかガラスに使うとめちゃめちゃ撥水しますけど、ボディに使えないんですよ。使えないっていうか、使ったとしても撥水しないんですよ。これ過去に検証したので、僕もねなんでだろうと思いながら、その商品がガラスとボディでしっかり分かれてるんですよね。けどこれはボディもガラスも撥水させると。でこちら24枚入っています。でフクピカは12枚入りっていうのが多かったんだけども、このサイズね、今まで倍の12枚入りだったんです。これを半分にして拭くなりして、汚れてきたらパッパと新しいのを取っ替えられるように12枚入りから24枚入りにしたみたいです。そこら辺はねもう事前に教えていただいたので分かっております。であとは撥水力がこのウェットシートみたいなタイプだから、正直ねバカにしてたんですよ。所詮シートタイプでしょって思ってたんですが、これがねなかなかいい水はじき、撥水好きの僕からしたらおおちょっとすごいねって思ったんですよ。なので今回はライブ配信の時にちょっと映像はお見せしたんだけども、見れてない方もいると思うので、実際に使ってこんな感じですよっていうのをご紹介できればいいかなと思います。ちなみにボディガラス以外だとホイールヘッドライト、あとメッキパーツ、ドアミラー、ブレーキランプ、ウインカー、この辺にも使えると。ちなみに耐久性はボディは3ヶ月でガラスが2ヶ月だからフロントガラスっていうよりかは、僕は横だね。フロントガラスは専用のガラス用の撥水剤使って、横はこういったのでパッパッと仕上げるんでもいいんじゃないのかなと思っております。一旦ちょっと見ていきましょう。はい、そしたら外にやってきました。こちらフクピカゲン5を使ってこの車をちょっと綺麗にしていこうと思います。使い方は本当に簡単ですね。1枚ずつ取り出してシートを2つ折りにして力を入れずに汚れを取りながら仕上げてくださいと。でガラスボディの順番に使うと効率いいですよと。で汚れたら次々と面を変えて綺麗な面で拭いてください。でガラスやボディ汚れが多い場合は表面の汚れを軽く拭き取り、次に綺麗な面に変えて仕上げてください。で前面が汚れたり乾燥して使いにくくなったら新しいシートに取り替えてください。で使用後のシートは燃えるゴミとして処理してくださいと。ワイパーゴム、タイヤ、内装パーツには使いませんということなので、ガラス面いきますか。はい、そしたら窓ガラスからやっていこうと思います。1枚のサイズはこれぐらいで、半分にすると手のひらよりちょっと大きいぐらいで、この半分にして使っていくと。で少し汚れてます。でこれ汚れがひどくなってきたら折りたたんで違う面を使っていく。最初から汚れがひどいなっていう場合は、優しくさーっと拭いてあげて、この面は汚れてると思うので面を変えて仕上げてあげるみたいな感じの使い方がいいんじゃないかなと思います。もうほんと簡単です。パパッと拭いて終わり。この辺かなんかもいっちゃいますか。早っ、マジで後ろもどんどこいっちゃいます。でまだ湿っています。これが乾いてきたらもう変えてあげてください。でちょっと汚れたなって思ったら面を変えてあげてください。よいしょ、これだけです。超簡単。反対も同じような感じで拭いていきます。24枚入っているのでそんなケチらず拭いてってあげてください。でこの面はマスキングテープ貼っておいたので前側だけ施工していきますか。
シートが汚れてくると拭いた時にこの若干最初拭き筋みたいなのが残るんですよ。これが汚れっぽくなったりするので、しっかり面を変えてあげてください。そんな強くこすらず、ほんと簡単に軽くパッと拭いてあげるだけです。ガラスはこんな感じですね。今回はフロントガラスは施工せずで、撥水成分があるのでギラつく可能性が若干あるかもしれない。ギラつきっていうか、なんて言うんだろう、わかるかな、これ分かりますかね。ちょっと縦の黒っぽい筋みたいなの入ってるじゃないですか。撥水成分が鱗にちょっと引っかかってちょっとムラになっている感じで、軽く拭いてあげればこのムラも取れますので、こういったことがちょっと必要かもしれない、車の状態によってはね。そしたらボディいきましょう。ボンネットは半分だけ施工していきます。ちょっと軽く汚れているので優しく。めちゃめちゃ泥だらけとか砂ぼこりがめちゃめちゃすごいっていう場合は一度洗車した方がいいんじゃないのかなと僕は思っております。でヘッドライトとかもいけちゃいますと。メッキパーツもいけるので、この辺もザーザッと拭いていけますね。で汚れてきたら面を変える。でこっち側はちょっと残しておきます。撥水の比較をしたいので、現状どういう状態か僕もよく分かってないんですが、水をかけてからのお楽しみって感じですかね。若干汚れてます。綺麗っていう感じではないですね。洗車してからやろうかなとも思ったんですよ。僕もやっぱりこの砂ぼこりが僕の中でも気になりますけど、実際にどれだけ傷つきやすいのかとかも検証したこともないし、こういう服ピカを使う人っていうのはもうささっと拭いて終わりみたいな方なんじゃないのかなって勝手に思っていて、なのでちゃんと洗車をしてから使うっていうよりかは、ちょっとまだ汚れてるけど拭くだけでピカピカなるよ、ピカピカでみたいな感じで使いました。僕はね結構頻繁にこの面を変えちゃうかな。この辺はね洗いたいな。ちょっとだからそのスポンジでどれぐらい傷がつくのかとか、シートタイプのこういうのでどれぐらい傷がつくのかとか、その辺のね検証もねちょっと今後やっていきたいなとは思ってます。傷がつきにくいようにはシートも作られてるんだと思うけど、ある程度限界もあるだろうしね。だから厚さが気になる人とかは汚れて前に使ったやつをさらに重ねて、これぐらいの方が俺好きかも、厚さ的に。この面はやらずにいきますか。とにかく使い勝手がすごくいいです。で言っておきたいのが、そもそもシートタイプありえないっしょっていう人はもう使わないでくださいって感じですかね。シートタイプで簡単に手軽に拭いて終わらせたい、傷とかは僕は後回しですよとかね、そういう人に一旦は見てもらいたいかな。とりあえずざっくり拭きました。普通に水を用意して一から洗車するよりかは圧倒的に楽ですけど、傷とかは置いといての話ですね。洗車した時に拭き上げが遅れてシミになるとかもこのシートタイプだとない。で僕がお見せしたいのは撥水力ですね。もう大丈夫だと思うんですが、念のため1日置いてから水はじきを見ていきたいなと思います。で今ある程度拭いたんですが、1回でだいたい10枚ぐらいかな、使う枚数としては。僕は結構多めに頻繁に変えてたんですが、もうちょっと使うかもしれないなって感じですね。そしたら1日経過したので水をかけていきます。右側に福ピカゲン5で、左側はミセコです。いきます。結構すごくないですか。これ僕が言ってたシートタイプにしてはすげえなっていうところ。はい、そしたらちょっと近い距離で見ていきます。すごくないですか。浸水疎水とかではなく、結構バチバチ系の撥水ですね。すごいんですよ。この違いですね。で右側も同じ状態のところに福ピカゲン5で拭いただけですね。これがねシートタイプにしてはちょっとやべえなっていうとこなんですよ。で続いてガラス見ていきます。はい、こちらがガラスですね。右がミセコ、左が福ピカゲン5。もうこれも鱗とかは一切取ってないです。もうほんと拭いただけ。すごくないですか。
すごいですよね。フロントガラスに使ってみたいぐらいの撥水力ですね。で下側ボディ面、他のところもちょっと見ていきますか。この辺いきますね。こういった感じ、バチバチに弾いてますよ。ミラーのとこもやったんです。ここね、水滴がいい感じに、ほら結構良くないですか。僕はねとてもいいなとは思ってるんですよ。この辺側面もいきますね。すごいねっていうのを見せたかっただけ。シートタイプも今となっては侮れないって感じですかね。ちょっと一回洗ってみますか。もしかしたらもう発生が弱まっちゃう可能性もあるので、ちょっとそこ最後見て終わりにしたいなと思います。ちなみにビューティフルカーズのスポンジなんですが、最初の黄ばみが気にならないぐらいもう黄ばんでます。この感じちょっと弾いてるから問題なさそうなんだけど、どうなんだろう。こんな感じですね。若干気持ち弱まったかな。どうだろうけど、ニセコのところと比べれば全然めちゃめちゃ撥水してます。すごいね。これですよ。いいんじゃないですか。ガラスもやっておきましょう。なんならガラスの方が1ヶ月耐久性能が短いので、ガラスにもしかしたら弱い可能性がある。洗った時にね。問題なく撥水してますね。とりあえずは大丈夫そうです。終わり。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらですね、ソフト99福ピカゲン5を使ってみました。で、僕自身は3月の頭にソフト99メルマガ単位限定のライブ配信でお話をさせていただいたんですが、見てない方もいるんじゃないのかなと思って、今回紹介させていただきました。特徴はシートタイプなのにめちゃめちゃ撥水しますよっていうのが一番の特徴かな。いや、一番の特徴はボディにもガラスにも使えるってとこかな。でも撥水力はすごいんですよ。それは3月に使った時にすごい思って、なんじゃこりゃと、シートタイプも進化したなと。ほんとシートタイプはもう水なしでパパッと拭いて終わらせることができるっていう楽さがある。それにプラスで撥水力とかを高めてあるという感じですね。で耐久性はボディは3ヶ月でガラスは2ヶ月、すごい長持ちするなっていう感じではないと思います。だから定期的にパッと拭いてって感じかな。で24枚入っているので、汚れてきたらすぐ取っ替えるとか。だから今までそのシートタイプを使ってきた人試してもらいたいな。ちょっとびっくりします。あとは下味処理、ガラスもボディもそうなんですが、鱗みたいのがついている状態だとやっぱりこの撥水成分とかが拭いた時に引っかかるんですよね。そこに鉄粉もそうだと思います。で引っかかってそこがちょっとムラになりやすいかなって思いました。なのでちょっと何かで仕上げてあげる、もしくは下地処理をしてあげる。だからこれはね、そのシートタイプに限らず他のものでも言えることなので、下地処理はそういう観点から言ってもやっぱ大事なのかなとも改めて思いました。とりあえず福ピカですね、5世代目ということで、常に進化しております。僕は使ってびっくりしました。気になる方はぜひ使ってみてください。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。